エモエモ。こんにちは、えもこです。水彩絵の具で色を塗っていたら紙がボコボコになっちゃった。そのまま描いてたら絵の具が変に流れて失敗した。このように紙が波打つのを防ぐために今回は簡単な水張りの仕方を紹介します。透明水彩など水を多く使う時にやってみてください。描きやすさと完成した時の見栄えがアップします。水彩画で紙が波打つ原因は絵の具の水分です。水張りは紙全体が水を吸って伸びた状態で、このような木製の板に水張りテープで固定します。水で伸びた紙は乾くと元の大きさに縮むので、紙が四方に引っ張られてボコボコしにくくなっています。水張りのやり方はパネル張りと平張りの2種類あります。1つ目のパネル張りはパネルより大きい紙をパネルの側面に折り込んで水張りテープで固定する方法です。パネルのまま保管したり飾ったりできるのがいいところです。2つ目の平張りはパネルより小さい紙を水張りテープで固定します。紙の端を折り込まないからパネル張りよりも簡単なのがいいところ。小さい紙なら何枚か並べて同時にかけます。絵が完成して乾いたらパネルから剥がしてパネルに残ったテープを掃除すれば次のお絵描きに再利用できます。展示しないなら平張りの方が簡単でおすすめです。というわけで平張りのやり方を紹介していきます。まず準備するものは紙、水彩紙、画用紙など木製パネルよりも小さい紙を用意します。木製パネル、アクが出にくいシナベニヤがおすすめです。新品のパネルは濡れた雑巾で拭いて乾かします。紙よりも大きいパネルを使います。今回は B4 サイズを使います。水張りテープ、切手みたいに水をつけると貼り付くテープです。湿気たり水に濡れると固まって使えなくなるので、付属の袋は捨てずに入れたまま密封して保管します。色はクラフトや緑などありますが、好きな色を選んで OK です。私は Amazon で 25mm 幅の白を買いました。ハケ、色塗りに使っていない綺麗なハケを使います。キッチンで使うようなスポンジでも代用できます。水が入った容器、ハケやスポンジが入る大きさの容器なら何でも OK です。綺麗な布、タオルやハンカチなど白い布だと色落ちしなくて安心です。水彩紙や木製パネル、水張りテープは画材屋さんか通販で購入できます。次は下準備です。1、紙の裏に鉛筆などで印をつけます。水張り中に裏表を間違えて貼らないようにするためです。見分け方は表面がザラザラしている方が表、ツルツルしている方が裏です。2、水張りする前に手をきれいに洗います。紙に汚れがついてしまうと台無しです。パネル、ハケ、水を入れる容器、机もきれいにしておきましょう。それでは平張りをやってみましょう。1、水張りテープを紙のサイズに合わせて切る。手、ハサミ、どっちでも OK です。上下用に2本、左右用に2本。紙よりも少し長めに切ります。水張りテープは水に濡れたり湿気を帯びると固まって使えなくなるので、必ず乾いた手で作業してください。使う分を切り終わったら残りのテープを袋に戻して密封します。2、紙の裏側に水を塗る。ハケにたっぷり水をつけて紙の裏面に塗ります。塗り忘れがないようにムラなく端まで水を塗ります。紙がしっかり水を吸うまで5から10分くらい待ちます。紙の種類や厚みによって水の量や待つ時間が変わります。水の吸い込みが遅い紙の時は時間を長めにしてなんとか水をつけるなど調整してください。紙が反っている状態の時は裏側まで水が染み込んでいません。待っている間に表面が乾いていたら水を塗ります。紙が柔らかくなってへにゃっとしていたら完全に伸びているので次の工程へ。水が染み込んだ紙は破れやすいので触るときは気をつけてください。3、紙の表を上にしてパネルに置く。紙を破らないよう注意しながら表を上にしてパネルに置きます。パネルの縁と紙を見比べて紙が傾かないようにします。位置が決まったら紙の中央から端に向かってきれいな布を持って空気を抜きます。強くこすると紙の表面を傷つけるので気をつけてください。
4. 水張りテープに水をつけて貼る。長いテープと短いテープがあると思いますが、長いテープから貼っていきます。まず水張りテープの糊がついている面に水をつけます。糊はくるっと丸まったテープの内側についています。水を切ったハケとテープを一緒に持ってテープを引き抜くと簡単に水をつけられます。水をつけた後のテープはすぐくっつくので注意してください。4本全部に水をつけないで1本ずつ水をつけて貼っていきます。紙の端1センチくらいにテープを重ねて貼ったら指でしっかり密着させます。紙とテープの境目のところは特にしっかり押さえてください。テープを貼る位置が傾いたりずれないか心配な人は事前に鉛筆で紙の内側1センチのところに印をつけてください。1つ目が貼れたらきれいな布を持って反対側に向かって空気を押し出します。同じ要領で反対側にもテープを貼ります。残った短辺も同じように貼ります。3つ目を貼った後はまた反対側に向かって空気を押し出します。4つ目のテープも貼ります。紙とテープの境目のところは特にしっかり押さえてください。5、平らなところで自然乾燥させる。外だと砂ぼこりなどで汚れることがあるので、室内の直射日光が当たらない平らなところに寝かせておきます。ドライヤーで乾かすのは失敗しやすいので自然乾燥がおすすめ。一晩くらい置いておけば乾きます。途中表面がボコッとすることがありますが、完全に乾いたらまっすぐになります。乾いてもシワがあったら剥がしてやり直した方がいいです。乾燥して紙がピンと張っていたら水張り完了です。パネルに紙を貼った状態のまま絵を描いていきます。絵が完成して乾いたらパネルから絵を剥がします。今回は丸マンのスケッチブックの紙を水張りしました。スケッチブックのまま塗ったらヨレヨレになる薄さです。ちゃんと水張りできているか実際に透明水彩で塗ってみましたが、最初に下塗りを水気たっぷりで塗ったら紙が波打ってしまい水張り失敗したかもと思いましたが、乾かしたら平らに戻りました。そのまま塗り続けましたが、完成まで紙が波打つことはありませんでした。水を多く使う塗り方の時は水張りするとしても厚手の紙を使った方がいいかもしれません。水張りのコツはたっぷりの水で紙全体を濡らす。紙に水が染み込むまでじっくり待つ。湿気ていない水張りテープを使うです。次は水張りした絵の剥がし方を説明します。1、完成した絵が乾いているか確認します。ちゃんと乾いていないと剥がした時に波打ってしまいます。2、紙とテープの間にカッターの刃が入るくらいの切れ込みを入れます。3、2の切り込みから絵とパネルの間にカッターの刃を入れて紙辺を切ります。4、パネルにくっついたテープは水をつけたハケで濡らしてしばらく待ってから剥がします。ヘラを使うと剥がしやすいです。私はヘラの代わりに物差しを使います。水張りしたくない人はブロックタイプの紙を使ったり、水少なめで厚手の紙を使うとボコボコになりにくいと思います。私は水張りが面倒でマスキングテープを貼っていましたが、紙を濡らして固定しないので絵の具の水が多くなると剥がれたり紙が波打っていました。落書きではなく気合の入った絵を描く時などにはやっぱり水張りした方がいいと思います。平張りは簡単で失敗しにくいのでぜひ挑戦してみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。